こんにちは、こんばんは。ココアトチャンネル、ココアトラジオへようこそ。この動画はほとんど音声だけで進めていく動画になります。もちろん詩の内容に合わせて多少編集したり絵をはめ込んだりすることはありますけれども、基本的に万華鏡動画が続きますので、よろしければ何か作業したり家事をしたりお仕事をしたり何かしながら聞き流しでお聞きいただければと思います。第23回 NHK ハート展の詩を朗読する企画第6回目になります。ここで NHK ハート展をご存じない皆さんのために少しだけ説明させていただきます。NHK ハート展は詩とアートを組み合わせた全国巡回型の展覧会です。障害のある人たちが綴った詩に込められた思いを各界の著名人、イラストレーターやアーティストだけではなく、芸能人の方々やエッセイスト、スポーツ選手、様々な著名人の方々がハートをモチーフにアート作品で表現しています。NHK 福祉キャンペーン、NHK ハートプロジェクトの一環として、障害のある人もない人も互いに理解し合い、共に生きる社会の実現を目指して開催しています。23回目を数えるハート展では、全国から4084編もの詩が応募されたそうです。その中から50編の詩が選ばれ、先ほどの各界の著名人の方がその50編の詩にアート作品を添え、それとともに日本全国の NHK の放送局やデパートなど、様々な場所を1年かけて巡回する展覧会になっています。詩からアートへ、そしてそれをご覧になる皆様へ、NHK ハート展に込められた熱いメッセージが一人でも多くの皆様に届くことを願って、NHK ハート展ではすべての会場での写真撮影が許可されています。作詞者の皆さんも絵を提供なさった皆さんもすべて SNS で拡散されることも了承した展覧会になっています。私も今回一つの尊い詩に絵をつけさせていただいたご縁で、ココアトチャンネルでもすべての詩を朗読させていただこうという企画になりました。私の朗読はとても拙いですけれども、心を込めて読ませていただきます。一人でも多くの皆さんにこの素敵な詩の世界が届きますように。第6回目となる今回最初に読ませていただくのは、埼玉県にお住まいの高山由衣さんの泣きそうな時という詩です。詩に添えられた思いは、晴れた日の空いてる電車が好きです。ガタゴト揺れてると穏やかな気持ちになります。猫なんかはいつもこんな気持ちなのかなと思いながら目的地へ向かいます。泣きそうな時。泣きそうな時。そういう時には積まれた本を考える。夜の海を考える。きっとそのうち、誇りを払う手のぬくもりを、波に反射する朝日の眩しさを感じるはずだから、そうすればきっと、涙が出てくるよ。続きましては、岡山県にお住まいの武田茂人さんの作品です。詩に寄せられた思いは、ありがとうございました。次回も頑張ります。リハビリのライバル。憧れの人に駐車場と風呂場で負けました。悔しいです。年上のお姉さんに負けるなんて、見た目と中身のギャップにやられました。いつかは勝ちたいと思います。理想の彼女です。続きましては、私が神戸のハート展で運命的な出会いをした大阪府にお住まいの竹之内光子さんの作品です。詩に寄せられた思いは、私は8年ほど前から重度の視覚障害と病とともに周りの人や制度に支えられ生きています。その支えに何気ない優しさを感じたとき、生きててよかったと思えます。本当にありがとう。たった一本だけの防風林。駅員さんが線路側。
プラットフォームを白状突きつき、乗車位置に着いた。でも、なかなか線路の方を向かない。電車が来る間際、やっと促され、線路に向いた途端、冷たい強い向かい風。暴風林になってくれてたんですね。ありがとう。これくらいしかできませんので。気づいた私に、テレ、嬉しそう。続きましては、東京都にお住まいの竹村陽子さんの作品です。詩に寄せられた思いは、6つ下の弟の結婚が決まり、家族旅行に行くことになった。私には嬉しくもあり、悲しくもあり、複雑な気持ちでいた。弟へ。弟が結婚するというので、最後に家族で旅行に行った。夜、父のいびきがうるさいって、弟が逃げてきた。私の布団に潜り込んできて、何を思ったか私の手を握った。私もなんだか言いたいことがわかる気がして、そのまま30分くらいを過ごした。先に手を離したのは私。心の中で、幸せになってね、と言いながら、続いては東京都の田中すみさんの作品です。詩に寄せられた思いは、聴覚絶望と言われた治療最終日、公園に集う人の無声の光景。空を見上げ、音のない星へ来たかのようで、途方に暮れた。大地の重なる落ち葉を踏みしめた音が伝わってきた。わずかだけど、確かでした。音が伝わる。通院で往復横切る公園。落葉した木々、青空に枝を広げている。何も聞こえなくなった耳なのに、落ち葉を踏むと、靴底から薄くて弱い乾いた音が伝わってきた。はい、ということで今回も5つの詩をご紹介しました。今回は泣きそうな時、リハビリのライバル、たった一本だけの暴風林、弟へ、音が伝わる。以上5つの作品をご紹介しました。本当に私の朗読は拙くて、私自身ハート展の会場で読んだ時と、こうして改めて朗読して読む時とでは見え方が全然変わってくるんですね。言葉って不思議だなって思います。書いてあること自体は何も変わってないのに、自分がいる環境とか、自分が置かれている立場とか、その時々によって伝わるものが全然違うんだなって、こんなことを感じながら朗読させていただいています。皆さんはどんな風にお感じになりましたでしょうか？ YouTube の動画はこの先の未来もずっと残っていくので、未来の人がこの詩を聞いた時に何かを感じてくれたらいいなって思います。残りの4回も心を込めて朗読させていただきます。前回、感情を無にして朗読するっていう風にお伝えしたんですけれども、たった一本だけの暴風林、何度も読み直しました。この詩は直接書いた竹之内さんと神戸で実際にお会いしているので、どうしても感情が入ってしまいそうになるのを抑えるのが大変でした。本当にご自身も大変なのに、周りへの感謝や気遣いが素晴らしいなって、見習わないといけないなって、気づかないといけないなって、いろいろなことを考えさせていただける出会いでした。竹之内さんと出会った動画は説明欄にも貼っておくので、よろしければご覧ください。ココアートチャンネルで第23回 NHK ハート展の詩を朗読させていただく企画も残すところ4回となりました。残りの4回も心を込めて朗読させていただきます。もしよかったらお聞きください。
詩の朗読の動画は不定期になりますけれども、次いつお伝えできるかわかりませんけれども、近いうちにお伝えしますので、ぜひお聞きください。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。